皆さんこんにちは、マシュマロンです。発表を始めます。危ない。突然ですが、皆さんは交通事故に遭った、または遭いそうになったことはありますか？交通事故は一瞬で人の命や夢を奪ってしまうとても残酷なものです。私たちは発達障害の方の当事者会で交通事故に遭いやすいという声を多数聞き、発達障害と交通事故の関連性に興味を持ちました。調べてみると、発達障害の児童は定型発達の児童に比べ約3倍も交通事故に遭う確率が高いことが分かりました。これは非常に問題だと思います。また、交通事故分析センターのグラフによると、6、7、8歳の歩行中の交通事故の死傷者数が突出して多いことが分かります。私たちは事故率が高い原因が発達障害の特性である見通しが立てられないことにより危険を察知できない、またこの写真のように情報量が多くて気が散るの2点にあると考えました。私たちが定めた課題は、発達障害の児童が見通しが立てられない特性により危険を察知できず交通事故に遭いやすいということです。そこで私たちが考えた解決策がこちら、ブルトマくんです。ブルトマくんの開発目的は、事前に危険なポイントを把握し知らせることで交通事故を減らすということです。ブルトマくんはアプリケーションと連動したデバイスになっていて、ブルトマくん本体はランドセルの肩の部分につけられるようになっています。まず保護者の方と一緒にアプリ内のマップでいつも通る道を検索します。その中で危険なポイントを保護者の方と設定します。ブルトマくんをつけた小学生が保護者と設定した危険なポイントに近づくと、ブルブルブルと震え、そこが危険なポイントであることをお知らせします。またブルトマくんには GPS 機能がついており、保護者の方はお子様が今どこにいるのかを確認できることができます。この企画によりもたらされる効果を整理してみましょう。子どもサイドでは、1つ目、危険な場所が分かり注意して歩くようになる。2つ目、交通事故への意識が高まる。3つ目、繰り返しブルトマくんを使うことによって最終的には見通しを立てる力を育成することができる。保護者サイドでは、子どもの位置情報が分かることはもちろん、多くの保護者が抱いている子どもが自立してほしいという願いに近づく、送り迎えの際の負担が減るなどが考えられます。またこのブルトマくんは発達障害の特性に着目している交通事故に特化した見守り機能であるという2点において、今までにないものであり、社会に対しても大きなインパクトを与えることができると思います。しかし本当に子どもは振動で止まってくれるのでしょうか。実際にやってみました。兵庫医科大学の堀清和先生監修のもと、小学生30名と ADHD の女の子1人に参加してもらいました。詳細については配布資料をご覧ください。結果、振動プラス音が一番反応が早いことが分かりました。また振動の不快さ等を聞いたところ、不快と感じた人はいませんでした。考察と今後の展望としては、音のみだと気づかれないケースが多々あったため、振動は必須であることが分かりました。また同一音量でもうるさいと感じる人がいるため、音量調節機能を可能にすることを考えています。実験に参加した子どもや保護者に声を聞いてみると、ブルブル震えるのが面白かった、ぜひ自分の子どもにも試してみたいなど前向きなご意見をたくさんいただきました。ブルトマくんは欲しいですか？保護者の方に聞いてみました。すると 92% もの人が好意的に考えてくれました。私たちはこのブルトマくんを社会実装するために関西電力様にお話をしに行きました。なぜ関西電力様なのか。それは関西電力様が提供している子どもの見守りサービスオッタジーと私たちが考えたブルトマくんがとても親和性が高いと考えたからです。話し合いの結果、今後オッタジーを使用した実証実験をすることと、
オッタジーとブルトマくんのコラボレーションを予定しています。次にブルトマくんの収益性について説明します。例えば堺市ではブルトマくんの対象者は約3200人いて、人口の多い地域ではより多くの対象者がいると考えられます。よってこのブルトマくんのニーズはとても深いものであり、継続したビジネスを行うことができると考えています。さらにこのブルトマくんが普及し、発達障害、定型発達にかかわらずすべての子どもの交通事故をなくすと考えると、毎年小学生5400人もの尊い命を守ることができます。配布資料に添付している通り、今後の予定はこちらになります。私たちはこのブルトマくんで発達障害のお子さんや保護者の方に安心して出かけることができるようにできる社会にしていきたいと思います。最後に私たちマシュマロンは発達障害の子どもの命を守るセーブ・ザ・ライフを目指してこのブルトマくんを作りたいと思います。あなたも一緒に子どもの命を守りませんか？ご清聴ありがとうございました。